今日は久しぶりの配信ですが、まあ、数学を解こうかというところですね。前回こういう配信したのが5月らしいわ。さて今回はですね、ベクトルですね。これがまた思い出せないんだ。キーワードは、ベクトル、三角形、内部の点 P です。これで検索するとですね、ある程度出てくるんですね。でですね、まあここで、これね、キャプチャーカーソルができなくて、まあ、もうちょっとでっかくするか。これ10分で解けってことですよね、でもね。いや、10分じゃ解けないな。三角形内部の点 P が、ちょっと待って。昔これさ、どうやって写してたんだろう。こっちの方かな。ピントが合わないんですよね、ピントが。このウィンドウがさ、なんか微妙だよね。三角形、なんだったっけ。三角形 ABC ですね。内部の点 P。まあまあ、なんでもいいや。まあ、重心みたいな点 P 変えていいかな。PA。足したらゼロか。わかんねえな。どういう図を書けばいいかがわかんねえな。まあ、全部外に出しちゃいましょうか。えっと、PA プラス AEB。あ、この水性ペンさ、なんかちょっと嫌な音がするんだよな。BC は0ですと。で、これを AP の式にしないといけないんですよね。AP にするから単純に5AP にしていいんだよね。このさ、位置取りが難しいんですよ。5AP にすると移行して逆にすればいいので、これが APB プラス PC でしょ。で、こいつらを PB と PC を AB と AC で表さないといけないんでね。これ単純にバラしゃいいんだよね、きっとね。PA と AB にして、PA と AC にして、そうすると、A たす1、PA と、あ、見えなくなってる。自分の書きやすい位置に持ってっちゃってるから。
スモール a、ab と ac。で、こいつを、あれだよね、左辺に移行するわけですよ。頭はあんまり良くないので、ちょっとゆっくりやります。こういうところで間違えるんでね。a プラス1、ba イコール、スモール a、ab 足す ac ベクトル。なんか、インクが出なくなってきた。で、逆にすればいいので、a 足す6だよな。が、a、ab ベクトル、プラス ac ベクトルですよ。ってことは、AP は A プラス6分の A、AB プラス、これ違うの？ A 足す6じゃねえの？こういうあいうになってるやつの問題って、あんまり解いたことなくてですね。これでいいのかな？待って。ここまでできたとして、この次だよ。これ自分には見えるけど、画面上は見えなくなりそう。ちっちゃくすると。直線 AP と辺 BC との交点 D が辺 BC を1対8に内分するならば A イコール A であり AP、AD でできたわ。待って。直線 AP と辺 BC、ここか。交点。すげえ、めっちゃ垂直じゃん、これ。まあいいけど。ここが点 D ですよと。辺 BC、交点 D が辺 BC を1対8、確実に1対8じゃないですね、これね。1対8。1対1に見えるな。この図が悪いな。1対8に内分するならば、これ使うのか？待って。これがとりあえず一番最初の答えのはずですよね。ちょっと不安になってくるんですけど、合ってるよな。PAAB、PAAC、合ってるな。足すもんな。合ってるよな。んで、内分って何ですか？すいません、フォローなんかありがとうございます。いつもはこんな高校数学の配信なんかしてないんですけど。ちょっと待って、内分は知ってるって言うと語弊があるかな。ちょっとブラウザで検索しましょうね。調べてあるんですよね。ね、なんか似たようなのがあったんですよ。これかな？ほら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 。ほらほらほら。広告閉じて。
広告閉じて。広告閉じてくんねえな、これな。このポイントは基準点を設定、視点を統一する。あ、だから全部 A になってるのか。本当だ。本当じゃないわっていう話なんだけど。本当だ。待って、これは何を求める？点 P はどのような位置にあるか。内分点、これ。これの場合は、ちょっと待って、よしきより、とりあえず A を、違う、いいんか。A を基準にして、A を基準にしてやってんだよね。消しますね。AP、AB、AC なんですよ。んで、視点を統一する必要がある。条件式は、視点が P に統一されているが、そもそもその P がどこにあるかがわからない。その通り。この問題も一緒。そこで視点を A に変更して考えることになる。んで、これ画像だ。とりあえず AP を、この A を視点にした、他の2辺のベクトルに分解っていうか、で表します。で、これは、辺 BC、さっきのやつですね。辺 BC を内分する点。ちょっと待って。この問題ですと、辺 BC を5対4に内分する点を D とする。えちょっと待って。ついていけなくなってしまった。最終的にこれ面積比がどうのこうのの話になるんだよね。どういうことだ？ちょっと待って。辺 BC を5対4に内分。これは多分同じ感じの話をしてますよ、きっと。ちょっとこの Ads by Google がすごい邪魔をしてるんですけど、この画像でいうところの、この画像が問題なんですけど、1対8に内分するならば、A は何とかという値であって、AP は、AD の、その比で表されますよという話であることは間違いないんだけれども、ちなみに、ちょっと待って、これ最大化すると映るかな、ちゃんと。映るね。これですね、答えもね、ちょっとね、もらってるんですよ。今回の、この主な目的は、今ここの線分の内分の話が出たんですけど、
まあこれをもとに、その、重心重心を点 A からのベクトルで表して、この、これの答えがこれなんですけど、多分ね。なんですけど、なんなのこれはっていう風になってますというところですね。ちょっと待って。そうすると、答えを多少もらってるので、こう、点 D は辺 BC を1対8に内分するから、AP は14分の 9AD。あ、答え書いてある。あ、でも途中まで合ってますね。ちょっと待たれよ。えっと。ここのちっちゃいネージがここの値は合ってるね。この A プラス6分の A が、こっちの AB ですね。AB ベクトル。A プラス6分の1が、この AC ベクトルの話なんで、うわ、これはなんか、答え見ながら解くっていう、塾の先生には許されるやつですね。ということで、これですよ。点 D は辺 BC を1対8に内分するから、これを使いましょう。点 D は、一旦これを書こう。もう答え見ちゃったからね。新しい紙にしようと思ったけどいいや。点 D は、MBC を1対8に内分するから、写してるだけじゃんな、答え。とりあえず式を書いてちょっと意味を理解しましょう。AD ベクトルは、8AB ベクトルプラス AC ベクトルオーバー9。まあ全体で9のうちの 10BC を、ちょっと待って、10D は 10BC を対8に内分する。AD は AB プラス AC。まあこれこういうもんなのかな。なんかもうちょっと間が欲しいですけどね。なんかあった気がするな、内分の話。忘れちゃったな。QAD が 8AB 足す AC になるでしょ。いや、いまいちピンときませんね。まあ、ここは、その、隣のプロジェクト部の、プロジェクトマネージャーのお子さんが困ってるところじゃないので、ここは、まあ一旦もう、このまま行ってしまいましょう。違う、オルタ F になってる。こっちこっち。危ないね。画像フォルダを見てるからね。そうすると、まあ、この内分するかを、まあ、素直に借りちゃいましょう。
なんか体格って言うとちょっと違うな。まあいいや、これはちょっと考えないことにしようか。AP を、KAD。なんだって？ AP を KAD。まあそうだね。ここですね。まあ、向き逆ですけど、AP を K 倍の AD。と置くと、まあ式としては、まあこの式と、この AP ベクトルイコール K 倍の AD ベクトルの、置いたので、式変形するとこうなりますよね。まあこれ素直にこのままいくか、一旦。ちょっと自分で納得できるかは、ちょっと後で考えましょう。とりあえずまずは、ここは何ですかっていう元の質問に答えられるように進めないといけません。同じ疑問に当たってしまったりして。ちょっとなんか素直にやるとね、間違えるんですよね。とで、これを両辺を併倍します。まあ、こういう問題集の答えっていうのは紙面の都合がありますからね。まあこれで同じ式になりましたよね。2番と。丸1ってどれ？あ、丸1ってこれか。最初の問題の答えですね。ってことは、これと、この式、見えてない。この式と、この式を使って、前こんな左側で書いてなかった気がするな。前回の配信を見てこいっていう話だよね。こっちに持ってって、そうすると、a オーバー a プラス6イコール 8k オーバー9と、1オーバー a パス6イコール a オーバー9ですよ。そうやって言ってたよね。この問題も。ちょっと待って。この回答ね。この問題集の回答。もう。そうすると、ちょっと待って。a イコール8。そんなにすぐわかるこれ。
単純に代入しろって話か。考えるまでもねえか。カメラの位置にやられてしまう。すると、K に代入するから、A イコール8ですね。そりゃ、分母が一緒で分子だけ違うんだから、A は8で。で、これをここに入れるんだね。すると、14分の9。はい。ということで、なんだっけ。AP は KAD。AP は KAD。なので、AP は14分の 9AD です。これだね。問題に戻りましょうか。おかきまで出ましたね。最近おかき食べてないな。おかきまで出ました。この時、1000P は1000分 AD をこれどっち対どっちになるの？いまいち内分が分かってないな。9対5に内分。あ、大丈夫だ。分かった。これは理解できるわ。なんか通ってないし。全体が14。で、AP までが、9なんだよ。で、残りが5だもんね。だから、1000P は、1000分っていう言葉久しぶりに見たな。1000分 AD を9対5に内分すると。インクが出てこなくなってきたね。まあそうですわね。AD の全体が14あって、そのうちの9が AP なんだから、これで合ってる。で、問題は重心ですね。重心はもう急に重心の話するんだからね、もう。この私の図からすると、この点 P ってほぼ点 G なんだよね。重心。
ちょっと待って待って、ついていけなくなった。AG を、あれ、重心ってどういう比率だっけ？忘れたぞ。AG。AG。ちょっと待って、全然わかんなくなっちゃった。ちょっと答え見ながら一緒に考えますよね、これね。重心って、3分の 1？ ちょっとさっきの Chrome の検索結果に戻りましょうか。これ重心の話してます？してないね。あ、なんかベクトルの公式出てきた。あったあった。これあったぞ。うわ、中学範囲であるとか煽られてる。うわー。じゃなくて、重心。重心。違う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 。変換してくれ。あ、これ数学 B だった？ C だと思った。数学 B だってさ。ある点から3分の1か。でも今回 AG ですよね。AG だよね。なんか素直に納得はできないな。ああ、3分の1ねって言えないな。いや、わからないわからない。わからないわからない。なんだ、数学、あ、そっか、数学 B なんだね、ベクトルって。まあちょっと高等学校には通ってないんでね。ゴミみたいな言い訳だな。あ、内分点の公式懐かしいぞ。外分点あったね。だって重心にたどり着かないんだから。重心教えてくれ。来た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 。もう重心は、3分の、なんか、この2対1って決まってたような記憶があるんですよね。あ、重心ってこれ、真ん中か。M。この点 M って、等分してるよね。BM の長さは CM の長さと一緒ですよね。ああ、じゃあちょっと待って。それで納得させよう、自分を。え
ABC があって、多分ここが真ん中だよな。あ、待って、画面が映ってないね。多分2対1。ここが中点だとして、ここがちょっと上すぎるな。ここ G なんですよね。が2対1なんだよ。で、これも重心だから2対1なんだよな。で、C から下ろしても2対1なんだよ。で、どういう問題でしたっけ？マウスがどっか行ったぞ。えーっと、今求めたいのはここの AG です。3分の 1AB。ちょっと待って、わかんないな。3分の 1AB。3分の 1AB になるか？あ、これだ。このブラウザで示してる、この、理系ラボさんの通りだ。この通りで、やっていけばいいんですね。この通りにやっていくとすると、この OM、全部2等分点だから、ちょっと待って。ブラウザちっちゃくしたらちょっと変わらないで。やめてくれ。これが、AG。でも AG イコールで一気にやるとまた失敗するんですよね。ここが等分点だってこと。中点か。足し算でしょう。3分の 1AB。いまいちわかんねえな。2対1の内分点っていうことが大事なんだよね。
なんか重心がしっくりこないな、重心が。いや、とりあえず、まあ、ちょっと理解できてないんで、問題なんですけど、AG が3分の 1AB 足す3分の 1AC だとしましょう。だから AB と AC 足したら3倍の AG になるんだよね。なんかよくわかんないな。やっぱり。まあ、これは答えを知ってるからこう言えるわけであって、個人的にはハテナなんだよな。で、直線 AG と辺 BC の交点を M。だからここだよね。ここが M です。M とすると、M は辺 BC の中点。そうですね。だから重心になるんだもんね。G は線分 AM を2等分じゃないや。2対1に内分する。で、ここで急に面積の話が出てくるからわかんねえんだ。そういうことだ。やっと、プロジェクトマネージャーの、息子だか娘だか分かってないんですけど、と同じところにたどり着きましたよ。ん内分するからなんでこうなるんでしょうね。確かにわかんねえな、これな。っていうか、ADM って D はどこからできた？この線分 AD か。基本的にこの手の数学の問題って上から純粋に順番にね、解いていく話なんで、なんだこれは。三角形 ABC 分の ADM。ADM？ ん完全に理解できねえな、これ。まあ、これは単純に、最後のよって、三角形 ABC 分の三角形 APG は、まあ、代入しただけなんで、まあいいとして、この上がわからんな。何してんだこれ。
1個目が確かにわからん。1引くってどういうことなんだ？内分するから何なんだ？確かに下はなんとなくわかるな。ちょっと待ってね。三角形 APG。ちょっと待って、わかんないな。なんだこれは。何が起こっているんだ？重心はいいよ。重心はいいんだけどさ。面積比。多分面積比だと思うんだよね。似てる話。広告がえぐい。このベクトルの等式の例題だと、まあ出だしは一緒ですね、今回とね。PA、PB、PC があって、その面積比を PAB 対 PBC 対 PCA を求めなさい。で、これも同じように A を基準にして全部表し直しました。で、同じように5対4に内分する点。これも同じ流れですね。AP をなんとか AD で表せという話で。4分の3ですよね。これはまあいいんだよ。
これはまあよしとします。で、これでようやく点 P の位置が分かりました。あとは面積比を考えればおしまいですね。もうすぐおしまいにできるかな。辺の比が分かっているので、面積の比も求めることができます。三角形 ABC の面積を S とすると、三角形、一番こっちの右のやつですね。三角形、違う違う違う、全部。ABC の面積を S とすると、BD と DC が5対4なので、全体のうちの比率で表せるんだ。はあ。この例でいくと、全体を S と置く。全体を S って置いた方がいいのかな。やっぱりこの回答派手なって書きたくなるね。この問題集だと思うんですけど。ADM。やっぱ ADM、三角形 ADM ってのがよくわかんない。ほんとわかんないな、これ。まあいいや、ちょっと、最終的にこの式変形に近づけばいいはずなので、うーんと、とりあえず三角形 ABC を S。これが面積としましょう。そうすると、2等分なんだよね。三角形 ABM は2分の 1S で、これが三角形 ACM でもあるんだよな。これなんか意味ない気がするな。ADM 出てくるもんね、これね。この式からすると、三角形 APG 1対8に内分するやつ書けってことか。
なんでこんな1対8なんていうなんか中途半端な割り方なんだ。1対8。に P があります。2対1。この辺に G があると。で、これたどり着けないな。1時半までには終わりにしたいな。M はここか。M はここですね。三角形 ADM はここか。この式の謎が解けないな。なんかあとちょっとでいけそうな気がするんだけどな。2分の1に内分する。あ、わかった。やっとわかった。難しい。難しいくはないのか。わかりましたぜ。そういうことか。もっとでっかく書いた方がいいね、これ。これそのプロジェクトマネージャーにさ、写真撮ってさ、LINE で送るからさ、正三角形みたいな図書いてくけど、第8なんですよ、まずね。で、ここが ND ですよ。で、比率いくつだったっけ？ AP は14分の9。この辺でいいか。ここに P があるよと。ちょっと寄りすぎたな。9対5。で、ここが M ですと。この辺が G かな。2対1。で、ここは1対1なんですよね。比率がね。で、えーっと、ここが三角形の ADM です。
なんか ABC 分の ADM ってのがよくわかんないな。やっぱりでも。いや、一旦書いてみましょうか。三角形 ADM っていうのは、三角形 ABC、まあ、いわゆる全体から三角形 ABD と三角形 ACM を引いたものなんですよね。で、ここでさっきのウェブページに従って面積をS と置きましょう。と、S 引く、ABD が、9分の1。足す、あ、一緒になっちゃった。そうすると、18分の 7S になる。なるね。で、問題は何でしたっけ？問題は、APG、三角形 APG ですよ。三角形 APG はややこしいな、これ。三角形 APG を求めたい。三角形 APG は理解できたのかな？これでもなんで1引く？ああ、そういうことか。わかりやすいんですかね、この方が。ってことは、そうなんだよな。これからすると、三角形 ADM っていうのは、ABC 分の18分の 7S 割る S なんだよね。だから7分の18なんだよ。18分の7。APG か。多分 APG も同じようにできるはずですね。
A D M B G 9対5、2対1、9対5、2対1。で、求めたいのが APG。APG を求めたいですと。多分この文を引けばいいんですよ。ここが三角形の、APG での。三角形 APG っていうのは、三角形 ABM できんのかな？ EDM 引く EGM なんだけど、すんげえわかりにくい書き方になっちゃった。まあこれで求められるはずなんでね。で、三角形の EDM は、さっきの線分比でいくので、この式通りに変形できるんだよな。これが、全体のうちのいくつなので、14分の5。三角形 AD。なんか S 使って表した方がいいような気がするね。で、TGM 出せるのか？TGM が3分の1三角形APM。わかりにくいね。で、三角形 APM は三角形 APG 足す三角形 EGM。迷ってきちゃった。EGM だよね。
ADM。三角形 PGM は3分の 1APM。今これ何を書きたかったんだろうな。これはここに入るんだよね。これが何を今表そうとしてた？この三角形の全体からさっきの PDM を引いた分が APN です。で、三角形 ADM 14分の5三角形 ADM。この問題でもさ、10分で解けって書いてあるんだよね。無理だって。ですると、14分の9。14分の9だ。14分の9三角形 ADM だ。これここじゃなくない？とすると、三角形 APG は1引く14分のなんか複雑な式にならないこれ。14分の5。3×14 分の9。
あ、でもこれ結局同じ、これか。この式と同じなんだ。え、これ同じになる？14×3 っていくつ？42だ。なんかもう頭が回ってねえな。11にやりましょうか。こういう時に間違えますからね。18。てか、ここで約分しろやって話だね。ここで約分しろやって話や。もう、まあいいや、やっちゃったから。できましたね。すごい遠回りしてるよ、これ。なので、余白がなくなっちゃったんですけど、そのもともと求めたかった APG ADM は、これと、今の、これで、三角形の、なんか微妙な感じになったな、今日は。今までの4回って割となんか、しっくりくる感じで、解けました。だったんですよね。まあ、三角形 APG 分の三角形 ADM かける三角形 ADM オーバー三角形 ABC と一緒。ということは、間違えた。3オーバー7かける7オーバー18です。ってことで、これ合ってる？ああ、怖い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 。合ってますね。よし、じゃあこれでいこう。なので、多分この2枚をやればいいな。ここで本当に
さあ、約分しとけっていう話なんだよね。多分これでいい気がする。ちょっと最初の、このであるもの続きもあるのかな。なんか二乗してますね、最後ね。まあいいや、とりあえず今日は、一応なんとか1時半前に終わりそうですね。ちょっとこの図は誤りなんですけど、1対8になってないし。まあ最初は単純になんか、1ベクトルっていうか、ベクトルの合成で足し算で、まあ右辺左辺こうして求めただけなんですけど。間違えた。引っ張る方間違えた。これですね。10分で解きましょうね、10分でね。単純な式変形をして、この答えになりました。で、次はもう一緒に渡してもらった答え見ながらやったんだけど、内分点の話をして、で1対8の内分ですっていう話を決めて、まあ、AD はこういう式で表せます。で、あとちなみに見ると、AP は K 倍の AD になるはずなので、そこから連れてきて、計算すると、最終的には、AP ベクトルは14分の 9AD ベクトルになりますよと。これも答えの一つだな。で、その後に9対5に内分しますと。まあ、この式からですね。この式から分かると。AP が全体14のうちの AD の全体14のうちの9だけ。で、これ、はてなはてなって書いたら恥ずかしいな。まあ、重心の、これちょっとしっくりきてないんですよね。個人的に。まあ、重心の話が出てくる。急に来るんだよな、ここね。またとか、本当にさ、話題の転換ですよね。で、ここで見ていくと、ついに答えがわからなくなるっていう問題が出るんだけど、まあ、これを追っていくと、結局求めたいのは、これ図がでかく書きすぎましたね。この斜線を引いたとこだけですと。全体のうちの、この関係ない方の2つの三角形を引けばよいと。そういう話ですね。なので、に持ってこい。この ADM をまず表すとして、全体の ABC からこの ABD と ACM かなを引いたやつ。で、途中でなんか突然三角形 ABC の面積 S と置くと、まあこうなりますよと。三角形 ADM の面積こうなります。でそれを ABC の面積で割るので、18分の7です。それに対して、あとは残りの、さっきのこの図でいうところの ADM の部分ですね。から、今度は
この APG の部分だけを求めたいですという話になって、で、この APG は、全体の ADM から、この三角形の PDM と、三角形の PGM を引いたやつ。全体からこの白いところを引いたやつですね。っていう風にすると、三角形の PDM っていうのは、この比から、この三角形 ADM の面積のうちの14分の5です。で、もう一方の、三角形のこの PGM は、ここの話は終わったので、三角形の APM の、3分の1がこの面積ですよと。内分点なんで3分の1ですね。で、この APM っていうのは、じゃあ何でしょうかっていうと、三角形の全体 ADM ということのさっき求めた PDM がここの面積になりますと。で、先ほどのこの PDM の式を使っていくと、14分の3の ADM です。ってことは、この最初に書いていた APG イコール三角形 ADM 引く三角形 PDM 引く三角形 PGM に代入してやると、三角形の APG は1引く、ADM ですね。ADM 全体引く、14分の5。これが、PDM。14分の3がここの PGM の ADM ですね。かけることの ADM と一緒。で、これをさっきのこの回答用紙の解説のところに当てはめると、これになると。ADM 分の APG。美しいとこ。で、最終的には、求めたかった三角形 ABC 分の三角形 APG っていうのは、この式ですね。三角形 ADM 分の三角形 APG かける三角形 ABC 分の三角形 ADM で、さっき求めたやつで、7分の3かける18分の7で6分の1でフィニッシュ。難しかったな数学 B でしたね、ベクトルね。ベクトルっていつやったかな。高2か。高専2年でやったな。確かに。そう考えると2年か。はい。ということで、なんか、ちょっとしっくりきてないところはありますが、本来は、10分でね、解く問題です。セクション8ベクトル。そんなところでございました。いやー、これ難しかったな。なんか直感的じゃないんだよね。思うに。ちょっと色塗り分けた方がいいな。これちょっと分かりにくい。結局、この PM のお子さんが悩んでたのは、この三角形 ABC 分の ADM なんで、ABC が全体。ABD が
ABD。で、ACM。ACM が、よし。これで多分、ちょっとわかりやすくなったはずです。はい。ということで、今日の数学を解く、夜の数学の時間は終わりです。いやー、難しいなー。1時間半かかりましたね。いやー、頭使ったな。よく寝られるといいな。ということで、数学 B かな。数学 B の問題でございました。はい。自分にお疲れ。多分次の配信も、今週末やるかやらないか微妙なんですけど、12月1週目までね、いや、2週目までだな。12月2週目まで、ちょっと忙しくて、帰ってきてからもね、やることがありましてね。どこかで配信は12月に入ってからはすると思います。ではでは、ご視聴くださった皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。もう眠くなってきちゃったな。ではでは。